皆さん、こんにちは、アチェでございます。さあ、やってまいりました、信長の野望、新生。待ちに待っていたこの新生が、先日発売されました。ということで、早速やっていくぞー。さて、どのシナリオで遊ぼうかな。主は、Steam 版のデラックスエディション版を購入。最初に選べるシナリオはこんな感じ。そして、今回、選んだシナリオは、1582年5月スタートの、夢幻のごとく。すぐに本能寺の変が起こるシナリオ。織田家が大きな勢力を持っている。そして、今回選んだ大名は、なんと。我が地望にて、乱世を超える。真田昌幸。難易度は上級、歴史イベントはあり。また真田かよ。って声がすでに聞こえてくる感じなんだけど。これをやらないと始まらないよー。我が計りごとが、乱世に通ずるかな。よーし、新生、やっていくぞー。これは、現在の情勢を説明してくれてる。武田はすでに滅んでいて、真田は織田家に従属してる状態。本能寺の変間近ですよって話。よし、始まった。現在の真田家は、砥石城を一つ持っていて、現状、従属している織田家に囲まれている状態。そして、砥石城に紐づいている軍と呼ばれる地域を所有している。最初にいる真田家の武将。雪村は統率が88で武勇が99か。相変わらず粒揃いでダメダメな武将はいないって感じ。内政をサクッと見せると、各軍に武将を代官として任じて、そこを任せる感じ。砥石城の範囲の軍であれば、お金を使って一応内政、建設の指示はできる。この軍システムは面白くて、おいおい話をしていこうかな。ありがたく存ずる。代官を任じた後、最初の内政、砥石城の城下施設の建設は、商人町を選ぶ、商用がプラス1000され金銭収入が上がる。労力を使って内政をしていくんだけど、この数が石高で決まってくるってヘルプに書いてた。今は石高が低いので、労力が少なく、やれることがほとんどない。よし、時間を進めよう。今回のプレイ、何をしたいのかという話をする前に、最初の方でいくつかの歴史イベントがあるので、それを先に見て、そこで出来上がった勢力図を見ながら話をしていこうと思う。翌月に死んでしまう信長からの使者が来たぞ。仲良くなりたいんだって、毎月50の金銭をくれるみたい。了承して、他何もないので少し飛ばした。月が変わって6月になる。来たー、本能寺の変のイベント。天下不義の実現を眼前に見据えた戦国の覇者織田信長。はい、ものすごい見応えのあるイベントだった。主はすでにそれを見て堪能してる。結構長いイベントなので、カットするね。これで織田信長以下多くの武将が死亡しちゃった。そしてこれが今の勢力図。この辺り、甲斐や上野といったところは、信長の後を継いだ織田信勝の所有になってる。そして、そのまま時間を進めた。おっと、建設していた商人町の建設が完了した。金銭は250しか残っておらず、ほとんど何もできない。今回、録画を始める前に、最初から2年半後くらいまでのプレイを3回、やったんだよね。なので、次の月に何が起こるのかを知ってる。そこで表情から制作をやっていく。制度改新という制作を行った。毎月100の金銭を消費して実行できる制作。これね、実行すると、もう解除できないよね。解除したり実行したりするのかなと思ってたけど、解除できるコマンドが見当たらない。なので、実行は結構慎重になっちゃうところ。ただ、この制作は必要っぽいので実行しておこう。発令されるまで21日かかる。何もないので少し飛ばし、次の月、7月を迎える。来たー、上田城築城。こんな平城で大丈夫かという息子たちの心配に対して、正幸はこれで十分だという。そんな話。砥石城の名前が上田城に変わったぞ。そして、続けてイベント。天正神後の乱、来たー。火が熟したな。信長が死に、空白になった開始なのを、徳川、北条、上杉で取り合うことになり、正幸は北条から徳川、上杉と主を変えて生き延びる。さらに周囲の乱れに乗じて沼田城を奪取。
そして、結果、甲斐を含め多くの城を徳川が制圧。北条が沼田を除いた上野を制圧することになった。真田家はここで上杉に従属。これで、沼田城が真田のものになった。そして、真田周囲の勢力図。徳川と北条が真田領南側で大きく勢力を広げるという。なんともワクワクしてしまう形。こんなん絶対、わらわらと攻めてくるじゃん。それらを果たして、新生の真田家は撃退し続けることができるのだろうか。今回の目標、タイトルでもあるんだけど。真田家が、他国を攻めず、いわゆる引きこもりつつ、天下統一ができるのかを検証する。そういったテーマでやっていくよ。新生の情報を知らない方は、何を言ってるのかわからないと思う。主も自分でちょっと何を言ってるのかわからない。ほとんどプレイをしていないので先のことが何もわかっていないし。この新生、正直、ずっと守っていくこと自体が難しいと思ってる。慣れてないのもあるだろうけど、これはかなりの難しさ。だけど、今回のプレイを終えた時点で、この検証に関して、興味を持ってしまった。取り急ぎパート1を上げたという形なので、大変申し訳ないんだけど、早い回で滅亡して動画が終わる。これは十分に考えられるんだよね。今までも、パート1を上げるとき、大体は、ままよって言いながら上げていて、まだ滅亡を経験していない。今回は果たしてどうなってしまうのか。そして、今回の自身が決めたプレイルールとしては、宿敵である徳川と北条、この二つの勢力に従属しない。同盟はどっちみちやるのは厳しそうで、やれるとしてもやらない。従属もできるのかどうかわからないけど、やれるとしてもやらない。従属がもしできるなら、気持ちがすごく楽になってしまう。それはいけない、許されない。両方にはさーっと攻められて滅亡するのなら、それはそれで本望ってやつだ。よし、ということで、新生、こんな感じでやっていくぞー。ここでまずやったことは、沼田城の城主の任命。城主は多くの兵を持たせやすいので、ここはね、本来のこの時期の城主である矢沢頼綱じゃなくて、雪村にやらせる、ロマンで矢沢頼綱にっていうそんな余裕はない。城主にすると、雪村の特性が発現するんだよね。日の本一は敵大名や敵総大将に対して強くなるやつ。いいじゃんいいじゃん。強烈至極に存ずる。それで沼田ってね、所属してる軍がいいんだよね。わかってはいないんだけど、なんとなく良さげって感じ。ほら、この長野原の上位集落が金山町になってる。金山があるんだよ、金山、すごそうじゃないか。上位集落は解放した経験がないんだけどね。軍で起こる出来事に対処すれば解放されるってヘルプに書いてたけども。沼田の右下に位置してる瀬田にも、金山がある。二つもあるじゃん、すごいすごい。ただ、この瀬田は北条が攻めてくるルートにあるので、強化するのは難しそう。あとは武将に治療としてその軍を与えれば、内政を任せることができる。金山がある長野原には優秀な矢沢頼綱、他二人に治療を与えた。そして時間を進めるとすぐ、政策、制度改新が発令。これで何ができるかというと、沼田城の浄化施設、何を建てるのかを指示できる。というか、金銭を払えば自由に選んで建てることはできるんだけど、さっきの政策は、労力を1使って、金銭を使わずに、建設指示ができる。指示というか、雪村が提案するいくつかの中から選べるという感じ。この時期は金銭関係が非常に厳しいので、ただで建設できるのは嬉しい。そして、何を建てさせるのか、なんだけど、経済関係じゃなくて国防関係、櫓を建てさせたい。櫓は城の耐久上限を400増やしてくれて、反撃ダメージを上げてくれる。いいじゃんこれ、好き。複数建てたり、レベルを上げれば効果がすごくなっていきそう。もし、このシリーズが長引いて、十分な金銭が入ってくるようになれば、上田城の施設全部これにして、レベルを上げてガチガチにして、秀吉の大軍を受け止めたりしてみたい、それが夢。まあ、籠城すると、どんどん施設が破壊されちゃうんだけどね。ということで、傾向は防衛で雪村にやらせることにした。そこからはしばらく動きがなく、4ヶ月を飛ばして11月。あ、徳川の領域が赤くなった。これは、敵対した、攻めますよってことなんだと思う。そして、12月を超えて。これは、上田城の浄化施設、2つ目の商人町が完成。徳川が赤くなって1ヶ月半が経過、年が変わった。あら、赤色が消えた。しばらくは攻めてこないのかな。と、思ったら、来た、攻めてきた。攻められるとこんな感じになる。
ここで、左側にある、報告で迎撃ってところを押すと、攻めてきてる敵の総兵数がわかる、24,900だって。この申請は少数の兵、例えば3000で2万を倒すとかは、どうやっても無理っぽい、さっきの櫓ガチガチであればわからないけれど。こんなんね、戦うと無理なんだよね。仮に勝っても被害がすごすぎておかわりでアウトだと思う。これ、敵の部隊は、こちらが支配してる軍を制圧しないと、上田城にたどり着けない。それでどうするのかというとね、放置する。これね、上田城に敵がたどり着くと、イベントが始まるんだよね。第一次上田合戦来たー。頃はよし。お味方に分があります。勢いは我らに傾いておる。ここで真田と上杉は、秀吉に心中してる。それで、徳川とは1年の停戦になった。これは今の勢力図。その秀吉は、明智光秀をすでに倒していて、第一勢力になってる。上田城、商人町の次は灌漑水路を建てることにした。石高が増えて、兵糧収入が増え、正行の兵も増える。石高を一定まで上げると労力が増えるので、石高を上げておきたい。商人町に灌漑水路にで今のところは進めていこう。はい。徳川と1年停戦し、それで北条はというと、どうやら、関東をとりあえず抑えようとしてる模様。これは第一次上田合戦からわずか2ヶ月後の出来事、4月。静ヶ岳の戦いと北の小攻めが行われて、柴竹滅亡。イベントで秀吉が伸びるようになってるのね。ここからの秀吉の勢力拡大がどういう感じになるのか。小さい丸で部隊の動きがわかるね。徳川は秀吉に従属してる上杉に攻めてるみたい。ということは、上杉と同じ立場である真田は徳川との停戦が切れれば、当然、徳川に攻められる恐れが出てくるね。そして、そこから何もなく6ヶ月が過ぎ10月。そろそろ攻めてくるんじゃないかと、政策を発令することにした。これ、六門戦の誓い。月ごとに金銭100。部隊が自勢力城にいると攻撃と防御が上がるってやつ。籠城してる部隊が恩恵受けるってことなのかな。それとも城の上に置いた部隊に影響あるのか。よくわかっていないけど六門戦だから使うぞ。よろしい。北条はそろそろ来る。と思っていたら翌月、北条は佐竹を攻め出した。宇都宮も結城も里見も北条はすでに滅ぼしてる。佐竹が滅べば、いよいよって感じか。ここ3回のテストプレイでは、もう北条は攻めてきてたけど今回は遅いようだ。徳川との停戦が切れるまであと2ヶ月。年が変わり1584年1月、ここで六門戦の誓いを発令。この辺りでは、石高を上げたことにより、労力が4から5になってる。ここで雪村から嬉しい提案があった。登用できる武将が領内にいるとのこと。まだ治療を与えられる土地が残っているので、武将が増えるのはすごく嬉しい。どうも、武将を手に入れられる状況が、かなり乏しい印象なので、これはいい。そして、2月になり、徳川との停戦が切れた。怖いよ怖い。おっと、雪村が見つけてくれた武将は堀田作兵衛だった。本来、雪村に最後までついていった武将。よしよし。使えるとするか。そしてそこから、北条は引き続き佐竹を攻め、4月になった。すると、来たー。ついに北条軍、こちら沼田城に攻めてきた。うわ、北条勢、29,000だわ。この戦いが終わるまでプレイをしてたんだけど、長くなりそうなのでここで切ることにしたよ。なぜこのタイトルにしたかを示せるシーンは、申し訳ないんだけど次回に持ち越し。次回はおそらく明日には上げられると思うので、どうかお許しください。
さて、この戦いを含め、その後どうなっていくのだろうか。続きは次回。では、またねー。